キャンバスの上で作品の中の要素だけを解体して一つの箱の中にどっとぶち込んでみて混ぜてみたらどうなるかっていう、そういう試みでもあった。今回の展覧会の試みは昔から使ってた点と線っていうのを新たに導入したいなと考えたのが、今回の作品のまず始まりで、表には出さなかったんですけども、割と 4,5 年前からそういうことはちょこちょこ試してあかんな試してあかんなっていう、そういうのを繰り返してたんですけれども、で今回ある時ふと規則的に画面を覆っているような点のような楕円形、それとくるくる回ってる螺旋状の運動をしているその楕円のスケッチみたいな線をもうそのまま自由にサンプリングしてどんどん画面の中で放り込んでミックスしていったらどうかなと、そういうふうな考えに至って今回の作品を作っていきました。このマスクという作品に関して言うと、重なり具合が一番複雑というか、このフラットな色面の面の重なりですね、面によってできたフォルムが重なっているのが1,2,3,4層ほど重なっている感じになります。去年の展覧会の時はこれはお蔵入りというか没作品としてなってたんですけども、今回表面ちょっと削りましてサンダーとかで削って、そしたらちょっとかすれたりとかして、この辺でかすれたりとかしてますし、この辺もかすれました。これもサンダーの跡ですよね。こういうのをテクスチャーの一つとして利用しようかなと思って、その上でこの茶色い縦長の楕円の構造をこう描いてみた。でその後一回シリウスのちょっと明るめのフォルムっていうのをこっちにも描いてみたらどうかなと思って、黄土色っぽいこのフォルムっていうのを最後にここに入れてみた。そうするとこのレイヤーがふわっと横に広がるので、この茶色いレイヤーの部分は上下にこうふわっとこう動きを持たしていくというところで、上下左右にこう絵の広がりというか運動の視線の動きとかそういうものがうまくこうバランス取れたかなという感じがしてます。シリウスという作品は点と線というのを色面に組み合わせようと思って、紫系のちょっと渋い感じの混ぜたらそういう感じになる色をそれぞれ寝かしたキャンバスの上にバケツで流して、この上で混ぜ合わせるという感じで、作っていきました。だから、これおそらくこの辺りちょっとシアンが強い、マゼンタが強いとか、絵の具の混ざり具合によって色味がちょっとずつ違うという感じのブラッシュストロークの空間というのが出来上がる。そこにこの線というか、このドローイングで描いたような線ですね、細い線、ちょっとシャープな線を入れたり、かつて僕が昔作ってた楕円の、円盤のネット上につながっていく並びっていうのをうまくこう利用して画面の中の要素として取り入れられたら面白いかなと思って、これを主体として作ってました。その後にいろいろ悩んでた結果、この赤いところのポイントも作って、これも塗りつぶしてたんです。でこの場合はちょっと赤が入ったことによって、この紫との対比で画面全体にこうほんわか後ろから光が当てられてるような透明感というか、そういうものができて、それが画面全体を支配している感じがして、それが結果的にこの作品の持つエネルギーなのかなという。もうこれ以上自分で手を加えるとこの作品ダメになるかなと思って、その時点でやめました。これはリーフという作品ですが、シリウスにある線を再びこちらにも
同じような感じで描いてみました。で円の並びも同じように並べてありますが、今回はこの上下に分断するようなフラットなこの緑の線、茶色の線、それと今度は楕円の並びっていうのを無造作に重ね合わせてみたの。これも並んでます。こことここと。であそこにも一つあって、こう来てこう来てっていう、こういう規則的な並びなんですけども、規則的な並びのものを円と楕円で2種類ポンと同じ画面にこう重ね合わせてみるという、そしたらちょっとずつずれながらなんかこう面白い動きをしてくれたというか、この視線を移動していくときに何かこう見る人がここからここへの移動で何かこういう空間性みたいなものを感じるとか、そういうことも面白いなと思って作り始めました。最後まで悩んでたのがこの点のこの全部同じ色なんですけども、これがシリウスと同じ赤っぽい色だったんです。どうもうまくいかない、赤が邪魔をしてうまく画面が立ち上がってくれないなというか、落ち着いてくれないなという感じがあって、最終搬入の2日前にモスグリーンの色に塗り替えたと、塗り替えたらなんとか画面がうまく機能してくれたかな、全体が機能し始めたかなという感じで、一応完成という形になりました。今回はかなり振り返りみたいなのがかなり大きくなった。ぐるっと、具体的に言うと、もうドイツにいた頃やってた作品と、ドイツから戻ってきて2010年、そこから10年以上ちょっとやってたところの作品とでちょっと意識が変わってるかなという感じがあって、それは去年田辺の美術館で展覧会ですね、2011から2022年の作品を一堂に並べて展示してみた時に、1995年か96年ぐらいに思ってたこと、考えてたことっていうのをもう一度考えるようになった。でそれは最初の始まりぐらいに作ってた規則的な楕円の並びと、それのつながり、結節点というか連結ポイントみたいなものを連想させるような、そういう点を使って新たな作品を作っていくことができるかっていうのを試してた。今回それが素直にできたっていうのは、それを自分の今までの30年やってきたことを一回解体していく過程なんかなと。今まで自分がメカニズムとか構造とかそういうものを考えながら空間を作っていってたものから、もうちょっとそこから自由になって絵の構造がどうなっているかとか、そういう理由付けを取っ払っちゃって出てきた要素、線だったり面だったり点だったり、そういうものを自由に駆使して、でそれタッチも含めてトータルな絵画の空間を作っていくような、そういう作り方に変わっていってもいいのかなと今はそういう感じで思ってます。まあね、楕円とか円だけでどんだけ続けられるかっていうのは昔は考えてました。でそういう円を線でつないだようなモチーフをこれから先どんだけ描けるかなって言って、当時のドイツのアカデミーで先生してたディベッツっていう人にいろいろそういうことも悩んでるんですって言って、だから描けなくなったら別のこと考えたらいいって、そうシンプルにいろいろ言われて、それはまあそうかなということで、じゃあ描けるまで描こうかっていう感じで描いてきたら、まあ30年ぐらい続いちゃったんですけれども、でもまあ描けるうちは描いていこうと言って、これで楽しくなくなったらまた考える、楽しいうちはこれをまた楽しいやということをしていく、そのうち自然になんか全く別のものが画面の中に現れても、絵の作風とか出来上がった画面の空間はやっぱりよく描くんだねみたいな、そういう作品の変化の仕方っていうのが理想的なんかなと思うんですね。